さあ、始まりました。ナスオ館長のムービームービング。今回は、君たちはどう生きるかについて連続して語っていく12回目となっておりまして、考察編の第1回となっております。この番組は、ムービーがムービングしていくということで、映画の面白がり方を皆さんにプレゼントしたいという番組になっております。前回までの解説編で30分刻みで物語を切って、5つのパートに分けて物語を解説してきました。その中でたびたび言ってた、これは考察編で語っていきますという部分をですね、ようやくですね、一つずつ片っ端から解説していこうというのがこの考察編になっております。この第1回はですね、前回までの解説編の中で皆さんと一緒にこの君たちはどう生きるかの物語について一緒に振り返ってきたんですけども、このナスオ館長の感想というのをですね、今回お話しさせていただいて、その上でこの考察編、次回からどういう内容を深掘りしていくのかというのをですね、まとめてトピックスを紹介していきたいと思うんですね。ということなんですけども、この君たちはどう生きるかという作品について、皆さんはどういう感想をお持ちになりましたでしょうか？この作品について、僕の中でもですね、この前回までの解説編をやっていく中で、ようやくこの自分の中でこの映画についての感想が言葉になってきたっていうのが今なんですけども、本当に複雑な映画だったと思うんですね。初めて見た時の感想は、エンターテインメントとして面白いかと言われると、今までの映画の方がよっぽど面白いと、それは思ったんですよ。ただ、宮崎駿の深層心理を追いかけていくというところにおいては、この君たちはどう生きるかを置いて、他の作品ではない宮崎駿の赤裸々なですね、チブがね、いっぱい出てたと思うんですよ。そこのところがもう非常に面白いというのが僕の感想なんですね。というのもですね、実はこの君たちはどう生きるかという映画は、5つの階層に分かれていると僕は思っていて、それがどこまで踏み込めるのかというのが、個人個人の差があるということなんです。この映画についてレビューサイトなんかを見てみると、評価が低い人も評価が高い人もいてるというのは、そこが原因だというふうに僕は思っていて、この階層構造についてお話ししていきたいと思うんですね。まずね、第1層、一番浅い層はですね、表面的なストーリーなんですよ。この主人公の牧真人くんという人物がいてて、でそれがお母さんが亡くなって、で不思議な世界に刷り込まれていって、そこで体験したことは忘れてしまうんだけど、その体験とともにこの真人くんはポジティブなこの未来に向かっていくという全体の流れがあります。ここはですね、全く予備知識が必要なくて、もう見たまんまのもの、それが表面の第一層になってるわけなんですけども、そこからどんだけ踏み込めるかだと僕は思っていて、その第一層から一歩踏み込んで第二層は何があるかと言いますと、そこはですね、この君たちはどう生きるかという映画に登場するモチーフとか、キャラクターの声をやっている人とかのキャスティングであると僕は思っていて、そこをどういうふうに考察するのかというところが第2層の面白みになっているんですけども、そしてですね、もう一歩第2層から第3層に踏み込んでみると、どういうことが見えてくるのかと言いますと、この映画の中心の舞台である不思議な塔というのがありますね。この不思議な塔を中心としたこの君たちはどう生きるか全体を取り巻いているこの世界観。この世界観を考察していくというのが第3層の深いところになっていると。ここがちょうど真ん中でですね、この第1層、表面的なストーリー、第2層、キャスティングとかモチーフの考察、第3層、この塔を中心とした世界観の考察、ここまでは、この君たちはどう生きるかというこの一本の映画の中での話なんですけども、ここからですね、第4層に踏み込むと、どういうことになるのかと言いますと、それは宮崎駿自身が自分の人生の中で受けてきた影響を受けたものが出ていると僕は思うんですね。そしてもう一歩深い第5層に踏み込みますと、どういう内容がこの映画の中であったのかと言いますと、それはね、宮崎駿のお母さんであったりとか、宮崎駿が抱えているコンプレックス、そして宮崎駿が抱えている性癖が、この一番深い第5層にあると思っているんですね。このね、第5層までのこの深さ、この深いところまで読み解いていくのが、
この君たちはどう生きるかの面白みだと僕は解釈しているんですよ。ということで、この君たちはどう生きるかに低いレビューをつけてる人の意見を見てみるとですね、この第1層までしか見えてない人が非常に多いんじゃないかなと僕は思うわけですよ。というのも、千と千尋の神隠しも同じ構造になってますし、一般的な児童小説のファンタジーものと同じ構造になってるわけですよ。その軸で考えた時にですよ、千と千尋の神隠しの方がおもろいに決まってるわけですよ。だから、君たちはどう生きるかを見ても、あんまりよくわからなかったとかいう、そういう結論になってくるわけですね。強いて言うなら、他の YouTube やってる解説者の人がよく解説している、このモチーフはこれなんじゃないかとかっていう、もう死ぬほど出てる動画ありますよね。その死ぬほど出てる考察の動画を見て、第2層をちょっと垣間見るとか、そういうぐらいだと思うんですよ。確かにですね、この第2層のこのモチーフとかキャスティングのところを読み解いていくというのは面白いことなんですけども、そこではですね、やはりですね、この映画の深みに入ることができてないということは僕は思っていまして、この映画の面白くなってくるのは、これ第3層以降なんですね。まず、この塔を中心にしたこの映画の世界観、そういうところを宮崎駿が何を発想してこの世界観作ってるのかっていうのを読み解いていくことで、この君たちはどう生きるかという映画が何倍にも面白くなってくると僕は思うんですよ。そこでですね、この映画ね、君たちはどう生きるか、僕たちが考えないといけない映画なんですよね。それは皆さんも思うと思うんですけど、考えないといけない映画っていうのを最近ね、映画館で見たことありますか？あんまりないと思うんですよ。というのも、今触れてる映画っていうのはもうマリオとかワイルドスピードみたいな、なんかね、単純明快で、ただもう映像がすごいとか、そういう話の映画がもうすごい売れてて、考えることをお客さんに要求しない映画というのが今売れ筋の作品たちなんですよ。それからは完全に外れてるのがこの君たちはどう生きるか。この売れ筋のシンプルな映画を見慣れてる人にとっては、この映画はね、楽しむことができないとは言いませんけど、できにくいと思うんですよね。そこでですね、この第5層の宮崎駿の性癖とかコンプレックスとか宮崎駿のお母さんの話とかまでこの考察編で深掘りしていくことで宮崎駿の深層心理のところまで導いていけたらなと僕は思っているわけなんですね。それにはね、非常にね、何本も動画をね、アップしないといけないので時間がかかるんですけども、それだけ宮崎駿という人物はめちゃくちゃ面白いということなんですよ。ということで、第1層から5層までの深みがある作品がこの君たちはどう生きるかなんだというお話をしてきましたけども、この次に更新していく考察編の内容はですね、この内容は第3層の内容ですよ。この内容は第4層の内容ですよという形で、だんだん宮崎駿の深層心理の深いところに迫っていくというような大きな流れを取っていきたいと僕は考えているんですね。もう一つお話ししたいのが、宮崎駿オン大賞はですね、この君たちはどう生きるかという映画の中で何を一体しようとしてたのかというところなんですよ。この君たちはどう生きるかまでの映画というのは、もののけ姫でいくと、こういうことをしようとした映画がもののけ姫なんだというような、僕の中の言葉にできることがあったんですけども、この君たちはどう生きるかという映画は、宮崎駿の作品群の中で、どういう位置づけにあるのかというのをですね、言葉にするのが非常に難しかったんですけども、非常に簡単な言葉に最終まとまりまして、それはですね、宮崎駿オン大賞による魂のルフランだと僕は思ったわけですね。これ魂のルフランっていうのが、エヴァンゲリオンの旧劇場版の曲なんですけども、サビで、私に帰りなさいって言うんですけど、お母さんの子宮の中に帰っていくっていう話なんですね。これをね、宮崎駿がやってるっていうのが君たちはどう生きるかなんだと僕は思っているんですね。というのをこれからお話ししていきます。どういうことなのかと言いますと、宮崎駿という作家の作家性、そして表現できるこの映像表現のエンターテインメント性というのは、はじめの未来少年コナン、ルパンのカリオストロの城、風の谷のナウシカ、この3本で完全に完成されているというのが僕の感想なんですよ。結局、
天空の城ラピュタを含むそれ以降の作品でやってることというのは、この初めの3本でやり尽くした内容を、こういう表現もできるよ、こういう表現もできるよっていうポイントポイントにフォーカスして焼き回して積み重ねた作品でしかないと僕は思っていまして、それをずっと何十年繰り返していくうちに内容の深いところでだんだん自分の原体験であるとか、幼い時のトラウマであるとか、そういうところと向き合ってきたという流れがあるわけですね。なんですが、作家としてエンターテインメントとして優れているのは、カリオストロの城でもうすでに完成されていて、宮崎駿が抱えている作家性、世界の破滅と、それとその中で立ち向かっていく少年少女みたいな、そのディストピアとユートピアを両方描くみたいな、破滅思考みたいなのが宮崎駿はあるんですけど、その破滅思考みたいなところもね、やっぱりね、未来少年コナンとか、風の谷のナウシカでもやり尽くされてるわけですね。そこでですね、参考文献が一つありまして、こちらなんですけども、宮崎ワールドという本でして、スーザン・ネイピアさんという人が書いてまして、海外の大学の先生なんですけども、この先生が教えてる授業っていうのが、宮崎駿の研究を授業で教えてるという、もう大変素敵な先生なわけですよ。このスーザン・ネイピアさんが宮崎駿についてまとめた、この宮崎ワールドというこの本がですね、めちゃくちゃ面白くてですね、この本を読むと、宮崎駿に対して思っているイメージが180度ぐらい変わると思います。というのも、宮崎駿の皆さんの思ってるイメージっていうのは、大体の人がですよ。大体の人が、もう白髪のヒゲのおじいちゃんで、サンタクロースみたいな、世の中のため、子供のために必死にこう作品を作り続けてる職人さんみたいなイメージあると思うんですけど、それが宮崎駿のたった 50% でしかないということがこの本を読むとよくわかると思います。このスーザン・ネイピアさんが書いてる宮崎ワールドという本の素晴らしいところは、このいろんな本のいいところをちょっとずつ取ってですね、ざっくり言うとこういうことですっていうのをまとめてくれてる、わかりやすくしてくれてるのがこの宮崎ワールドという本なんですね。この本を読むと、みんなが思ってる宮崎駿の善人のイメージと、悪人のイメージっていうのが2つが出てくると思うんですよ。この宮崎駿の複雑ななんか暗い部分と光の部分、この光と闇がですね、その光の部分の50を100だと思ってる人は、この君たちはどう生きるかを読み解くことは、僕はもうはっきり言って不可能だと思ってるんですね。この闇の部分が出てきて、光を侵食しつつあると感じたのが、この君たちはどう生きるかなので、宮崎駿の深いところ、隠してる部分、今までずっと隠してた部分、それがちょっとずつ滲み出てきてしまってるのが君たちはどう生きるかだと思ってください。そんなことを言ってるスーザン・ネイピアさんもこの本の中でやっぱりルパンのカリオストロの城とか未来少年コナンとか風の谷のナウシカ、この初期の3本で作家性が完成されていると言ってまして、他の評論家の人もそういう人はもう非常に多いんですね。その点を踏まえた上で、僕がこの君たちはどう生きるかの予習編第4回と5回でお話ししたですね、生から死に向かって進んでいく宮崎駿の作家性というお話なんですけども、映画の中で伝えたいメッセージが生きるというメッセージから死ぬという方向に向かっていくということをその中でお話をしたんですが、この君たちはどう生きるかはやっぱりその文脈の中にしっかり載ってる作品だというふうにも僕は感じてまして、今回の作品完全に死の世界を描いていたと思うんですね。なんですが、生から死に向かって終わりですよということではなく、死からまた生につながるみたいなことをこの映画ではやろうとしていたという風なのも僕の解釈としてあるんですよ。僕が以前の動画でお話ししたように、崖の上のポニョではトラウマになってたお母さんとの思い出と向き合って、風立ちぬではトラウマになってたお父さんとの思い出に向き合って、そのパンドラの箱にしまってると本人が言っていた封印していた記憶を開けてですね、向き合った2作品があって、この君たちはどう生きるかでどうなったのかというと、もっとえげつない自分の中のグロテスクなところに踏み込んできたというのが僕の感想なんですよ。それはどういうことかというと、崖の上のポニョで一度お母さんとの思い出に向き合ったと言いましたけど、あれはね、やっぱりね、美化してるんですよね。自分の思い出を。そうじゃなくて、この宮崎駿が君たちはどう生きるかの中でやってるのは、えげつないことをやっていて、何がえげつないのかと言いますと、結局宮崎駿のお母さん自体の話をしているんではなくて、宮崎駿が思っ
ってる自分のお母さん。だから宮崎駿フィルターが通った上のお母さん像っていうのをこの君たちはどう生きるかをやってて、それって結局自分がこう思いたいお母さんの像がここに出てるわけなんで、それってね、見る人が見たらね、ものすごくね、気持ち悪い内容になってると思うんですね。そんな気持ち悪い宮崎駿じいさんはもうおじいさんになって、完全にもうパンツを脱いで全裸になって、それと真剣に向き合った。自分の恥ずかしいところに真剣に向き合ったというのがこの君たちはどう生きるかだと解釈しているんですよ。この映画を見てみると、子供が生まれてくるときに、子供の命はどこから生まれてくるのかと言いますと、この僕たちが生きている生の世界に誕生する直前までは死の世界にいてると。死の世界にいてた魂が生の世界にやってきて赤ちゃんとして生まれてくると。やがておじいさんおばあさんになってお亡くなりになったらまた死の世界に帰って、その循環があるということが宮崎駿のその死生観といいますか、その死と生の世界観ですね。それがこの君たちはどう生きるかに思いっきり現れていたというのが僕の感想なんですね。先ほどまでお話しした内容をまとめていくと、宮崎駿という人物はカリオストロの城とか未来少年コナンとか風の谷のナウシカでもうすでに完成していると言いましたよね。そこから自分の作品の上に表現を積み重ねるごとに死の世界に向かってきた。つまりお母さんの子宮の中に戻っていってるという解釈をしていて、逆に今宮崎駿っていうのはまた存命なのでそういう風に思う人はいないかもしれないんですけど、例えば50年後の未来の人にこの宮崎駿という作家を紹介するならば、まずどの作品を見たらいいのかと言いますと、君たちはどう生きるかを僕はお勧めして、君たちはどう生きるかの中で出てくる、わらわらがこだまに似てたりとか、いろんなね、過去作品からのオマージュがあって言いますけど、そうじゃなくて、宮崎駿は生まれてくる前のお母さんのお腹の中で、もうすでにその後自分が作る作品の夢を見て出てきたと。その深層心理に眠っていたそのイメージたちが一つずつの作品やキャラクターになってその後生まれてきたという解釈をすると逆転してるわけですね。だからまず君たちはどう生きるかを人にお勧めして、その中で大体宮崎作品の全てのエッセンスが詰まっているカオスな映画になってるわけですから、そこに興味を持った人はまだ刺繍がちょっとプンプンする風立ちぬを見て、その次に崖の上のポニョを進めて、その後にハウルを進めて、千と千尋を進めますと。で、そこからですね、ようやくですね、生きるというメッセージが出てくるもののけ姫を見て、紅の豚を見てもらって、その後に完全にもう生きろっていうメッセージが強い魔女の宅急便を見て、隣のトトロを見て、天空の城ラピュタを見て、そこからですね、完全にこの人の作家性が完成されたナウシカ、ルパンのカリオストロの城、未来少年コナンを僕は未来の人に見てもらいたいなと思うんですよ。宮崎駿の作品っていうのは回を増すごとに深く深く自分の深層心理のところに踏み込んでいったがゆえに、一番深いところにたどり着いたんが今の時点で君たちはどう生きるかなんだったとすれば、そこから派生した一つ一つの作品というのを後から辿っていく。だからスター・ウォーズで言うと一番新しい3作品から見て4、5、6見て1、2、3見るみたいな、この逆に見ていった方が僕すごくわかりやすいなと。だからまず君たちはどう生きるかの中に出てくるこのわらわらの記憶が例えばあるとするじゃないですか。で、後でもののけ姫を初めて見たときに、あ、これわらわらがもののけ姫の子玉になってるんだみたいな形で、もうこの君たちはどう生きるかっていうのは完全に生まれる前、死の世界にいた頃の宮崎駿の記憶みたいなのが映画になってると解釈することが僕の中ではできると思ってるんです。そういう意味で宮崎駿による魂のルフラン、お母さんの中に帰ってしまった宮崎駿というのがこの君たちはどう生きるかなのかなというのが僕の解釈なんですね。ということで、この君たちはどう生きるかという映画を宮崎駿の最高傑作だっていう人とか、宮崎駿の人生の総決算っていう人がおるんですけども、それは別に確かにそうでもあるんで否定はしないです。ただ、僕は宮崎駿の作品の中でこの君たちはどう生きるかっていうのがカルピスの原液みたいなもので、隣のトトロっていうカルピスソーダがあったり、もののけ姫っていうカルピスウォーターがあったりするっていう、この君たちはどう生きるかを原液として他の今までの作品がそれぞれね、派生した、それから薄めてそれぞれ商品化された作品だという解釈が僕の解釈なんですよ。そういう意味で考えた時に、この映画面白いかと言われたら、
どういうふうに面白いのかと言いますとですね、興味深いという意味で非常に面白いというのは、そういう意味なんですね。以上がですね、もうバーッとお話ししてきたんですけども、この君たちはどう生きるかという映画について僕が今の時点で感じている感想なんです。ということでまとめていくと、1個目お話ししたのは、この君たちはどう生きるかという映画は、第1層から5層までの階層構造になっていて、深く深く入れば入るほど、宮崎駿の深層心理に近づいていくよというお話と、2つ目お話ししたのは、僕のこの映画に思ってる勝手な感想ですね。それをお話ししてきたんですけども、今からですね、この次回の動画以降でお話ししていく、君たちはどう生きるかについての考察、どこのポイントについて考察していくのかという予告をしていきたいと思います。そこで1個目にお話しした階層の話で見ていくと分かりやすいと思うんですけども、第1層の表面的なストーリーというところは前回までの解説編でお話をしてきました。そして次回お話しするのはこの第2層、モチーフとかキャスティングのお話をしていきたいと思うんですけども、お話ししたいことは2つありまして、その第2層のトピックスの1つ目は、アオサギとペリカンとインコの意味ですね。これのモチーフについて解説していきたいと思っています。そして、解説編の中でお話ししていたこの鳥のうんこですね。このうんこについてもここでお話をしていきたいというのが1つ。これが第2層の1つ目で、2つ目はですね、キャスティングのお話。僕が注目したいのは木村拓哉ですね。この木村拓哉ファンの人はもう非常にね、憤慨する方もね、おられるかもしれないんですけどもね、木村拓哉のね、使い方がね、正直ね、ひどいなと僕は思ったんですよ。なぜ木村拓哉の配役がひどいなと思ったのか。もう一つは、米津玄師と菅田将暉。このビッグネームをジブリがどういう風に利用したのか。これが、キャスティングのお話の考察ですね。ここがですね、この第2層の部分の考察のトピックスになっています。ということで、第3層はもう一歩深く踏み込みまして、そこでお話ししたいのは、明治維新の少し前に隕石が降ってきたというお話から、真人が体験した唐の崩壊までの時系列であったりとか、王子が積み重ねていた石の意味、そしてこの不思議な世界そのものの世界観について考察をしていきたいというのが第3層のトピックスになっています。そしてですね、第3層もう一つお話ししたいトピックスがあるんですけども、そのトピックスはこの君たちはどう生きるかにたびたび出てきた悪意とはこれは一体何なのかという話なんですけども、ちょっと深い話になっていくんですけど、宮崎駿っていうのは善意で物語を作ってきた作家ではなくて、悪意で物語を作ってきた作家なんだということをお話ししていきたいと思うんですね。宮崎駿は善意の人じゃなくて悪意をエネルギーにして物語を作ってきたんだということは、この宮崎ワールドを読めばですね、ご理解いただけるとは思うんですけど、そういったね、宮崎駿の深いところをちょっと垣間見ていただこうという意味で、この君たちはどう生きるかの中で取り扱われる悪意について解説していきたいというのが第3層のもう一つのトピックスになってるんですね。そしてですね、そこからもう一歩踏み込んで深いところ、第4層のトピックスは、宮崎駿が長年意味嫌い続けていた父親の存在について考察をしていきたいと思うんですね。というのも僕すごく驚いたのが、この君たちはどう生きるかに出てくる真人のお父さん、木村拓哉が声をやってる真人のお父さんいてますけど、このお父さんね、ひどいやつじゃないですか。そのひどいやつなんですけども、宮崎駿のお父さんもひどいやつだったと。ちなみに宮崎駿は兄弟が何人かいてるんですけど、兄弟の話ではお父さんはいい人だったと言ってるんですけど、宮崎駿から見た自分のお父さんはものすごくひどいやつだったというのが本人の認識なんですね。でその認識に基づいて、それがモデルになっているキャラクターは誰なのかというと、風立ちぬの二郎でもあり、この君たちはどう生きるかの真人のお父さんなんですよ。そういうところの作品の中からですね、宮崎駿とお父さんの関係性について考察をしていきたいというのが、この第4層のトピックスになっています。それからですね、もう一歩深いところに踏み込みまして、宮崎駿の深いところ、第5層のトピックスはですね、宮崎駿はロリコンだと思ってたんですけど、マザコンだったという話ですね。これがですね、宮崎駿の性癖に関わるところになってるんですよ。これもですね、勝手に僕がいろんな本を読んで、宮崎駿の性癖について考察している僕の勝手な予想を話していくことになるんで、宮崎駿がそれを例えば聞かれたとしてね、
僕の性癖はこうですと言うわけもないし、そういったことをどっかに明言していることもないんですが、それを感じさせるようなことはいっぱい喋ってるんで、それを集積して宮崎駿の性癖について、そしてそのお母さんに対しての異常な愛情とお母さんに対しての複雑な思いですね。そこがですね、この君たちはどう生きるかにすごく出ていたと思うんですよ。というのも、自分のお母さんが火事で焼け死んで、その生きてた頃の若い頃の姿を卑弥として登場させて、自分を映し出して自分自身をモデルにしている真人がですね、抱き合うとかね、言ってしまえば、若い時のお母さん、可愛かったお母さんの想像をこの映画のヒロインにしてるみたいなもんじゃないですか。そして、この夏子という人物ですね。この夏子を初め受け入れられなかった真人は、この物語の体験を経て、お母さんとして受け入れていくみたいな大きな物語の流れになってますけど、この宮崎駿のお母さんに対してのいろいろなことっていうのは、ナウシカの時からもうクラリスの時からもうずっと出てるんですけど、それがね、もう思いっきりね、出てるのがこの君たちはどう生きるかだと思うんで、それをね、考察していきたいと思うんですね。それはですね、感想のところでもお話ししたように、宮崎駿の中で、宮崎駿が思ってる、いや、宮崎駿が自分でそう思いたいお母さんのイメージというのがありまして、それを知ることによって、今まで宮崎駿が作ってきた作品に全部にですね、お母さんが出てくるということをですね、気づいていただけると、この宮崎駿作品すべてがですね、結局宮崎駿のお母さんを描いた作品だらけだということに気づきまして、それが宮崎駿は、ああいう、天空の城でアッペタのシータとか、そういうね、女の子多いんですけど、ロリコンだと思ってたわけですよ。なんですけど、実はね、ロリコンじゃなくてね、あれはね、幼い頃のお母さんを全部描いてたと。今回の映画の中で出てくるヒミと一緒で、幼い時のお母さん、大人になったお母さん、おばあちゃんになったお母さん、生まれた時のまだ幼いお母さんとか、全部ね、女性がね、重要なところはお母さんなんですよね。そういう話を第5層ではお話ししていきたいなと思っています。以上がですね、この第1層から第5層まであると言いましたけど、徐々に深いところに踏み込んでいって、この映画の面白さ、そして君たちはどう生きるかを考察するということを通して、過去の作品の面白さっていうのがまた引き立ってくると思うんですね。それを皆さんにプレゼントしたいなと思っているのがこの考察編でございます。宮崎駿のことを知りたいなっていう方はですね、ぜひね、これ面白いんで、この宮崎ワールドっていう本を読んでみてください。いろんな本からの、重要なエッセンスがここに集約されていて、で、そしてですね、これ海外の人が書いてるっていうのが面白いところで、日本の人はね、やっぱりね、ジブリに対して気を使ってるところとかもあったりとか、あと、利害関係がある。例えば、鈴木敏夫が話をしている宮崎駿っていうのは、宮崎駿が商品で、鈴木敏夫は営業マンなんで、その宮崎駿を世間に売り込まないと自分たちご飯食べていけないという利害関係がありますよというところから、宮崎駿について知られたくないことは話しませんし、こういう風なイメージをつけたいというところは強調して言うっていうのが鈴木敏夫という男なんですね。だからそういう、バイアスがかかった情報なんだということを理解して鈴木敏夫の証言を聞かないと、鈴木敏夫がアオサギは僕がモデルなんですよって言っちゃってるんですけど、それはね、情報操作だと僕は思っているので、そういうところもですね、そういうバイアスがかかってない人の意見がこういう感じですよと。海外から見た宮崎駿っていうのが、すごくね、客観的に知れるいい本なんで、この宮崎ワールドという本を、ぜひね、興味があれば読んでいただきたいなと思います。ということで、なんかいろいろお話ししてきましたけども、次回から、ようやくですね、考察編スタートということで、皆さんね、もったいぶりやがってっていうコメントもね、いっぱいいただいてるんですけども、ようやくでございます。いつもですね、見てくださってる皆さん本当にありがとうございます。この動画にもですね、ぜひ高評価ボタンを押していただいて、まだしていない方はチャンネル登録もしていただいて、次回の動画も楽しみにしていただけたらなと思いますので、この動画を見てくださった皆さん、もう本当にありがとうございます。ということで、皆さんご来場いただいてありがとうございました。